い、こんにちは。MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回は TRN MT4 Pro です。これも先日のアリエクスプレスの11セールで買ったんですけど、ブルーがとっても綺麗で気に入ってるんですよ。愛ちゃんはセールで TRN を集中的に買ったんだね。それにしても MT シリーズ、バリエーション豊富になったな。ちょっと振り返ってみてほしいんだけどな。いいよ、じゃあ軽くね。まず MT1。これは発売当時1000円切ってたんだよ。KZEDX がライバルって感じだった。音質は価格を考慮するとしっかり鳴ってくれるけど、チューニングは好き嫌いが分かれそう。サブ的な使い方が合うんじゃないかと思う。次は MT1 Pro。これは1000円台だったと思う。最初の視聴でサウンドステージがワイドになってるのに驚いた。セミオープンになったんだよね。デザインも良くなってて、音楽中心に使うなら MT1 Pro からかな。次は MT3。フェイスプレートがワッフルっぽくて印象的。価格は2000円台。レジンだったボディがアイン合金の屈強なボディに変身。カラーもブラックに。ドライバー周りが強化され、振動板はチタンコートに。チューニングはちょっと独特だった印象。次は MT4。デザインが大きく変更。価格は2000円台。値上げの波の中で価格変化がほとんどないのが優秀。ドライバーが 10mm と 6mm のデュアルに。これは2023年のトレンド。ボディはアイン合金とレジン。チューニングは MT3 と比べると癖が取れてきた印象。そして MT1 Max。1000円台でチューニングスイッチがついた驚きのモデル。かなり売れてるんじゃないかな。シングルドライバーでセミオープン設計。低価格モデルでもチューニングスイッチは結構効果あり。といったところかな。今買うならやっぱり MT1 Max が魅力的かも。だんだん思い出してきたわ。じゃあいよいよ MT4 Pro ね。MT4 Pro は何が変わったのかな。外観はかなりかっこよくなったわね。フェイスプレートにリキッドメタルを使ってる。真ん中のフィルター部分から音が漏れてくるんで、セミオープン設計に近いんじゃないかしら。実際開放感あるサウンドよ。ガラバリは3色で、愛はブルーを買って、ジャックさんは TRN さんから送ってもらったブラックがあるんだけど、左側の刻印がちょっと違うのよね。愛のブルーにはここに TRN、HBB って入ってるの。コラボの予定があったのかしらね。ブラックには MT4 Pro って入ってるんで、なんか謎ね。外観つながりで、サイズなどはこれね。約 7g は軽めな方かな。サイズは標準的なので特に触れたいこともないわ。同梱品はシンプルね。TRN の公式ページの同梱品の画像よりちょっとイヤーチップは少ないわね。ブルーもブラックもイヤーチップはこの数だったからこれが現実ね。MT4 は 10mm のドライバーがベリリウムコートだったのが、MT4 Pro では 10mm が DLC に 6mm がチタンプレーテッドになった。これは音質面で期待できそう。それとサウンドチャンバーの最適化の効果も大きそう。これは外から眺めてもわかんないけどね。それにしても2000円台で随分頑張ってると思ったわ。さて、ここからは波形を見ながら進めましょう。まず、イヤーチップの比較から。バンドレニッシュはホワイトの方が内径を絞っている分、この帯域が抑えられている感じです。よく測定するイヤーチップで見ても、バンドルホワイトが内径を絞ったファイナル E に似た傾向なので納得です。TRN のモデルなので、イヤーチップは TRN ティップスを基準に進めます。続いて他モデルとの比較です。まず MT4 との比較では、ここの差が大きいね。MT4 も特徴があっていいんだけど、万人受けする傾向ではなかった気がする。MT4 Pro ではそのあたりを調整し、ややハーマンターゲットカーブに近づけた感があるね。MT3 はシングルドライバーだから一応参考までに載せてみた。結構思い切った感じのするチューニングで、個人的にはかなり独特な印象。そしてやっぱり気になるのが KZ キャスターじゃないかな。これもデュアルダイナミックドライバーでスタック配置。インプルーブのベースバージョンで比較してみたけど、50Hz 以下では MT4 Pro があまり落ちてない。沈み込む超低域は MT4 Pro が強そうだけど、キャスターはチューニングスイッチを全部オフにして測定してるから、こっから低域をブーストできる。この状態でもキャスターの方が低域は強く感じるけど、聞こえやすい 100Hz 付近の差が大きいからと言えるでしょう。サウンドチェックはデュアルダイナミックドライバーの3モデルにしてみました。音調整の基準は MT4 Pro にしています。ではどうぞ。音量上がります。
はベースバージョンの低域の強さがよく分かった感じでした。シンプルに高低のバランスという観点で見ると MT4 Pro がそつなく仕上がってるなと思った。その代わり悪い意味じゃないけどあまり特徴がないとも言えるかな。低域は 50Hz 以下も出せるんで EDM 系でもいけるだろうし、中域はあまり落ちていないので再現性は高い。中高域はこの2箇所のピークがそれほど極端じゃないし、谷もしっかりある。8キロ手前のピークも程よい。じゃあいろんなジャンルに対応できるってことでいいの？そうだね。その代わりこのジャンルに強いっていう特化性もないと思うけどね。これも悪い意味じゃないよ。ただちょっと気になったのが、いろいろ聞いてみてなんか低域が今一つはっきりしなかったのと、高域も波形で見るほど抜けきっていない感じがしたんだ。じゃああえてこないだセールで買ったケーブル試してみれば？ああ、これね。TRN-T2 Pro。詳細は上を見ていただくとして2000円ぐらいで買えるんで 4.4mm を買ってみたのよ。交換できるジャックはどれか一つを選ぶ感じね。家には他の TRN のモデルの 3.5mm のジャックがあるから 3.5mm でも 4.4mm でも OK よ。ではジャックさん使ってみてください。はい、ありがとう。おお、音を出した瞬間から違うのわかるわ。3.5mm アンバランス接続でも違いは分かったけど、特に 4.4mm バランス接続での違いが大きい。あ、バランス接続では音量も上がるからそこは合わせてるよ。どんな感じに変わったの？低域は音の迫力と締まり具合が良くなり、輪郭がはっきりした。やっぱり低域にブレがないと全体が良くなるよね。そして高域もすっきり抜けた。と言っても刺さるような感じではなく、MT4 Pro 本来の特徴が発揮できたのかなと思う。これなら文句ないわ。MT4 Pro プラスケーブルで4500円ぐらいになるけど、音質変化を聞いちゃうと予算があるなら T2 Pro にこだわらないけど、ケーブルも買っといた方がいいと思うね。ケーブル買っとけば他のモデルでも使えるし。MT シリーズは数年で大きく進化し、特に今回の MT4 Pro の進化は大きいと思いました。チューニングスイッチ付きなら MT1MAX になりますが、これから MT シリーズを買うのであれば間違いなく MT4 Pro がいいと思います。ということで TRN-MT4 Pro のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。